してよを変えます。デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。過去1時間かかった、1枚になります。5時間38分49秒が元の動画の全尺ですね。で、16倍の再生で見ています。アナログ模写なんで、左に iPad でそのアナログのデータを表示させて、それを見ながら自分の目で確認しながら色をつけてます。過去一色数が多かった1枚になるかなと思います。結構色つくの大変でした。特に緑の色がすごいたくさん色があって、それは本当に再現するのにすごい、もう選ばなきゃよかったってちょっと後悔したぐらい大変でしたね。今はまだ言えないんですけど、来年やる美術監督としてのタイトルと、あとコンセプトアートっていう役割で入っているアニメが来年2本あるんですけど、そこのボード作業とかにも今のこのジブリ模写の影響ってかなり大きく反映されてて、特にさっき言った緑の色のその今までは絶対使ってなかった色数を使うようになったかなと。なので皆さんもちょっと、ジブリの模写難しい、ハードル高いですけど、やってみると結構なんですかね、今までデジタル作業だけで完結してた方は特になんですけど、色のその知識というか色の使い方の勉強にものすごい効果があるなと実感してます。まだまだ完成には本当に程遠いですよね。本当にこれ大変でした。美術監督は黒田聡さんという方で、調べるとすごいメジャーなタイトルいっぱい出てきます。自分がやった美術監督の作品で現代の日本が舞台のタイトルって結構いっぱいあるんですけど、耳をすませばを参考にしたタイトルは結構ありますね。屋根の色可愛いですよね。赤とか水色とか。僕やったやつは結構ここら辺真似して入れさせてもらってます。僕の世代だと耳をすませばって本当にドンピシャ、ちょうどこの思春期の頃にちょうどやっていたタイトルになってるんで、割と周りに好きな人、特に女の人がね多いですね。さっき冒頭に言ってた緑の色がいっぱいあるっていうところはここですね。ここにいっぱいたくさん色入ってます。で、円形も入ってるんですけど、この色を再現するのは結構大変でしたね。このロングの森とかってこういろんな木がいっぱいあるんですけど、実際写真見るとほとんど一色なんですけど、絵で描くときはやっぱブロックごとにちょっとブロックを割るのにもいろんな木の色を使って分かりやすくブロックを区分けするみたいなのがジブリのこの模写をやり始めて学べた大きな財産になりましたね。今までは階層ごとぐらいには少し色分けはしてたんですけど、その1本単位でその間に別の色を入れて区分けするみたいなことはなかなか写真でないから、あんまりこう自分の中でメンタルブロックがあってできなかった部分ではあるんですけど、やっていいんだなというか、やると気持ちいいなっていうのが純粋な感想です。で、大体これで下塗りが終わりました。で、こっから奥から書き込み開始です。約5時間の長い旅ですね、こっから。下塗りではね、細かすぎて、このロングの森は書けなくて、塗り分けできなくて、もうこれは書き込んでどんどん仕上げていこうっていうのが、見ながら下塗りやっていて、ちょうど自分が拾いきれなかったとこですね。なんで、ここうまくできてれば、もうちょっと時間短縮できたかなと思いますけど、でもこれが限界、今の僕の限界です。こういうなんか雑多なところも細かいテクニックというか、細かいその見やすくするための技術みたいなのが細かく入ってるんですよね。このぐらいのサイズでちょこっと描くだけでもだいぶ見やすくなるなとか、リアリティが出るなっていう、建物がちょこちょこ描いてあったりとか、木と木の間に入れたりとかね、細かくすごいやってるんですよね。あと垂直のもの、電信柱とか何かのアンテナみたいなのを細かく入れたりとかして、リアリティラインがぐっと上がってるなと感じました。これね、こういうのあるよねみたいなのがちょこちょこあるんですよね、いろんなところに。あとロングの森で書き分けの一つのテクニックとして、丸っこい木ばっかりじゃなくて、杉の木みたいなとんがったもの、濃さも変えれるし形も変えれるんで、結構間に入れると結構アクセントが出ていいんじゃないかなと。なのであんまりこう
バリエーションがないよっていう人はそういうのも少しずつ取り入れていくとそんなにね難しくないんで、描いてみてもらえると木のバリエーションが出て豊かな絵になっていくんじゃないかなと思います。ここの色すげえ自分は使わないような色だったんですごい勉強になりました。鮮やかな青っぽい緑っぽい色、これうまく入れると今後多分少しバリエーション出るかなと、自分の背景の中でバリエーションが出るんじゃないかなと思った色の一つですね。この色なかなか使わないんで、一個気づいたのはなかなか使わない色って色を出すのすっごい大変なんですよ。いつも使う色相にいないんで、全く全然違う色相のところにお出かけしないと出会えない色たちなんで、だからどの色が足りないのかなとか、どういう色に振らないとその色になんないのかなみたいなのは、使い慣れてない色って毎回それを試行錯誤しなきゃいけない。慣れてくればね多分うまく使えるようになると思うんですけど、このうまく出せない色はおそらく自分の癖の中にはない色相のパターンなんで、そこはすごい掘りがいがあるかなと。あと改めて気づいたのは赤がうまく使えてないなっていう自分の反省点はあります。赤の色相もすっごい難しい、自分の中では難しくて日頃あまり使ってない色なんで、これもすごいこれからの自分の課題になるかなと。これ16倍だとあまりわかんないんですけど、結構ブラシをねちょこちょこ変えてるんですよね。あまり決まりはないんですけど、ちょっとエッジが出すぎるなとか、ここはもうちょっと柔らかいタッチがいいなとかっていう時に結構ブラシを変えているんですよ、自然物の時に。でこれってあんまり自分の中でまだ法則性がなくて、だいたいこのブラシはこの時使うなとか、適当にこれで塗ってみてうまくいくかなみたいなのを試し打ちしてみてみたいな、そんな感じで明確にこの時はこれっていうのが決まってないんですけど、これはもう決めた方がいいのか決めない方がいいのか、不安定な方がいいのか安定してた方がいいのかは全然まだ答えが出ません。楽しい方に楽しくないと多分続けられないんで、楽しい方に流れていくと思います。木とか岩は結構ブラシは本当に結構多種多彩というか、いろんなブラシをその都度その都度使ってますね。一時これがいいなとか、一時これが良かったなとかっていう、なんか自分の中でのマイブームみたいのはあるんですけど、皆さんも一緒ですよね、そこら辺はおそらく。でこの絵ちょっとブロック分けがうまくいったんで、ちょっと図解をこれなんですけど、これ結構自分の中ではうまく分けれたかなと。これうまくいくとはみ出して書いても大丈夫だったり、その気使う場所が極端に減るんで、このストレス軽減にもなるし、作業効率のアップにもつながるんで、このブロック分けがうまくいくととても楽ちんに書けるようになります。意外と編集作業ってその後の作業に結構大きく影響してくるんで、一枚絵で描くっていうのもかっこいいはかっこいいですけど、実践向きじゃないかなと。結構イライラすることも出てくると思うんですよね。なんでせっかくデジタルなんで分けれる、効率よく分けれるところは分けた方が僕はいいんじゃないかなと考えてます。アナログのいいところって影が塗り込みなんで、書き込みか、塗って影をもうそのまま通常色で塗り込んでいくんで、その無駄にこうデジタルであるよく定山で落とすみたいなことをしなくて済むというか、無駄な書き込みをしなくて済むんで、これはこれですごくいいですよね。パッとすっきり見えるし、絵としてもこっちの方が僕は好きです。これはもう秀逸ですね。この窓の書き込みもそうだし、この影の入れ方、ここら辺もおしゃれですよね。これできると絵描ける人はすげえここまで入れるんだっていうのをちょっと見るポイントでもありますよね。こいつやるなみたいな。新人さんがこの影入れてきたら僕は結構おーってなりますね。今のところの影ちゃんと考えてるな。で何も考えてない絵ってやっぱ見れば一目瞭然でわかるんで、ここまでちゃんと意識してるんだっていうのは一個のその書き手の意識の高さだったりなんですかね、力量を見る一つのポイントですよね。
背景あるあるなんですけど、新人さんで、新人さん中堅もそうなんですけど、謎の小物なんですかね、なんかレイアウトには詳しく書いてないんですよ。なんかただの四角とか適当なものしか書かれてなかった時に、それをどういうふうに処理するかで、その美術の人の僕は力量が出てくるかなと、あと志とかかな、そこら辺が大きく見えるポイントかなと。で、僕のところでやってくれてる人たちには必ずそのレイアウト時に謎の箱だったものが背景上がりの時にそのまま謎の箱のまま上がってきた時には必ずこれ何って聞くようにしています。で、答えられないとやっぱそういうことなので、こういうのは絶対ダメだよみたいなことは必ず説明しています。結構ポイントだと思いますね、美術の。サイズにもよりますけどね。ただでもやっぱり何かしらの意識はして描いてほしいなと思います。そうしてくれると美術的にはすごく助かるなと。今の時代 Google があるんでね、結構楽ちんですよね。そこら辺を調べて必ず絵の中にある程度の説得力を持って消化してほしいなと思ってます。で、僕のところではそういう風に僕もやってるし、やってほしいなと思ってます。これ電信柱です。で、電信柱でちょっと僕昔はずっと勘違いしてたんですけど、これ皆さんにシェアした方がいいなっていう情報が1個あって、電信柱ってね、根元が深くて、木の幹と一緒なんですけど、上に行くとどんどん細くなってるんですよ。で、僕それ初めの頃全然知らなくて、気づいたのって、多分ね5年ぐらい前だと思うんですよ。それまでは同じ太さの円柱のものが上まで伸びてると思ってたんですね。ちょっと恥ずかしいんですけど、気づかないで多分書かれてる人も結構いると思うんで、一応シェアさせてほしいなと。これ結構ね、本当かよって思う人は、本当なんで見てみてください。倒れないように上の方に行くに従って細くなってます。ちょっと注意して見てみてください。明日の朝とかでもね、いつでもその場で見れるものだと思うんで、背景やられてる方で電信柱好きだよって方は、好きな人は間違いないか。僕みたいにあんまり電信柱に興味関心がない人はおってなるかもしれませんね。僕はそれが結構衝撃だったんで、はい、一応シェアしました。この木の色、ここの部分の木の色を出すのにめちゃくちゃ時間かかりました。何回やってもうまくいかなくて、結論はね、多分おそらく僕の見てる iPad の色素はこの僕のノート PC では再現できなかったんじゃないかなっていうのが僕の結論なんですけど、うまく表現できているかどうかちょっと会社の PC のモニターで見てみないとわかんないですね。で、諦めて別のところを書き始めました。他人の自然物を模写するってすごく難しいですよね。手癖でやってる部分と、偶然できてしまった部分と、あと、意識してやってる部分。この3箇所が混合してあるんで、結構それを読み解くのは多分、難しいというか無理だと思うんですけど。これは意図的に入れてんのかなとか、偶然起こったのかなとか、そこら辺を読み解くのはなかなか難しい。でもジブリクラスだからある程度は予測はしてると思うけど、でもそれでもやっぱり無意識のところは必ずあると思うんで、そこを見抜くのはもうね、むずっていうか無理かなと。濃い色を使うのはすっごい上手なんですよね。上手っていうとあれですけど、すっげえうまいんですよ、本当に。これ自分で一からやれって言われたらできるかなっていうのはいつも思いますね。この強い色をここにしか使えないところで使ってるっていうのがすっごい巧みというか、なんですかね。答えがあればね、真似してある程度はできるんですけど、これを本当に何の手助けもない状態で自分で描けるかって言われたら、今の僕のスキルだとちょっと難しいかな。勇気がいるんでね、この暗い色をバシバシ入れるって。あとハイライトもそうですけど、。
自然物の時の幹を描く順番って僕いつもこうしていて、だいたい葉っぱができてからその暗い部分、枝が通って見える部分に入れるんですけど、多分教わってないからわかんないんだけど、どうなんですかね。皆さんどういう風に描かれてるのかな。僕はこれが一番無駄がなくていいかなと思うんですけど、本当にね、多分僕が一番初めデジタルやり始めた時に書いてたやり方は本当に無意味だなと思ったやり方1個、皆さんにご紹介します。裸の木を幹と枝だけを全部描いて、でそこに葉っぱのレイヤーを下に乗せる、マスクでその上のレイヤーの枝とかを切れっ端を切るみたいなやり方、これめちゃくちゃ意味ないんで時間かかるし、見た目もすごい悪くなっちゃうから、あんまりっていうかやらない方がいいですね。やられてる方もしいれば、早急に僕が今書いたようなやり方の方が自然に仕上がると思います。葉っぱを全部一回描いてから暗いところに枝を通す、別レイヤーで、一緒のレイヤーでもいいですけど、最大3レイヤー、下地に葉っぱで幹で、その幹の上に乗る草をまた別レイヤーで3層にすると大体問題なく描けるんじゃないかなと思います。さっき言ったような裸の木を丸々描くっていうやり方をやってる人いれば、もう本当にやめた方がいいですね。どうしてもそれでやりたいっていうんだったらいいですけど、無駄だと思います。これは僕の経験談からアドバイスっていう感じですかね。はい。もうだいぶできましたね。この円柱のこのステンレスの、鉄製のものの柵、この書き方すごく参考になると思うんで、この背景で出てきたらこういう風な感じで書いてください。湾曲したところのグラデーションの変化だったりとか、暗い色がどういう風に連結していくのかみたいなのは、これを見てくれれば、こういう風にやってくれれば間違いないんじゃないかな。なんですかね、円柱のグラデーションが曲がった時に変な風にぐにゃって変な解釈になってる絵がたまにあるんで、ここはもうしっかりこんな風になるよっていう、これでも物足りないっていうのであれば実物を見に行くでよく観察するといいと思います。この溶接部分っていうか、このちぎれてる部分、ここら辺をうまく表現できると、先ほども言いましたけど、謎の箱を描かない背景の人はここら辺もしっかりこの処理をきちんとやってきてくれます。で、謎の箱を描いてしまう背景マンは、ここは多分ズンと一本通しちゃうと思うんですよね。溶接部分を無視して、そこら辺は本当に美術としては、僕はそこはしっかり追っかけて描いてほしいなと思うタイプなんで、はい、そういう美術スタッフになってほしいなと。本業を目指している方じゃなく普通に見られている方はあんまり関係ないかもしれませんけど、本職で行きたいなと思ってる人はそこら辺をしっかり再現する方の美術の人になってほしいなと思います。で、ここで結構やってしまいがちなことで、その物の作りをしっかり抑えてるがために、しっかり描きすぎて距離感が潰れちゃうというか、手前の方に来たように見えちゃう。はっきり描きすぎて。それは結構初めの頃の新人さんの頃によくあるんで、物を調べて物をしっかり描こうって思うがゆえに、遠くにあるものなのに見えすぎちゃう、ディテールを描きすぎちゃうっていう、そういう事故が多発するんで、そこら辺のコントロールは慣れていく。あと美術の人に直してもらう、こんなに描かなくていいみたいなのを積み重ねていくと、だんだん自分の目が肥やされて、そこにあんまり意識がいかなくなっていくと、自然に描けるようになっていくんじゃないかなと思います。ここら辺の締めの黒い線もすごく秀逸ですよね。めっちゃかっこいいです、この黒い線。なかなか入れられないんで、本当に。僕はあんまりというか、全然入れられないタイプの人なんで、こういうのかっこいいなって本当に心の底からリスペクトしてます。うまくやるとこんなに黒かっこいいんだっていうのがわかりますよね。赤いサビの色もすごい効いてますよね。で、ベースは白なんで、こう面が分かりにくいところは結構細かいんですけど、若干少し面の変わり目だけ色を変えたりとか
若干ですよ。本当に若干だけ。これでうまく形をとってるっていうのが本当に匠の技というか、ここら辺の地面の茶色、その多分ガードレールから垂れてきた鉄分が錆びて地面に染みてるみたいな表現だと思うんですけど、ここら辺も赤をうまく使うってすごいですよね。これ僕こういう地面に赤いそういうものを今まで足したことなかったんで、これはちょっと使えそうだなと思ったんで使わせていただきます。点線描くときはこれカンバスを回転させて自分の得意な角度に曲げてから描くのがおすすめです。はい、やっと完成です。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。